ウナ整うサウナ整うサウナ会議。さあということで皆さん、はい、サウナ会議をしていきたいなと、はい、これは一体どういうことを喋っていこうっていう。そうですね、サウナ整う、今までいろんなサウナを PR させていただいてるんですけど、ゆくゆくは自分たちでこうサウナをやりたいな。いや最高っすね。野望は大きく、いやそれは理想ですね。現状はPR させていただいている立場なんですけど、ゆくゆくは自分でサウナをやって自分たちでサウナやって、なんか理想のサウナを実現し、いろんなお客さんに整ってほしいと。でそのためにこうみんなでいろいろ会議をして、理想のサウナをこう追い求めて、いいものを作るために、いやいいですね。どうでしょうか、この企画。いや最高だと思います。もっと最高なことに、このサウナ会議、今回一発目ですけど、このサウナ整うに欠かせない方がゲストで来てくれてるんですよ。誰ですかそれ。ちょっとお呼びしていいですか。この方です、どうぞ。こんにちは、吹雪圭です。いや誰ですか。そんななんかしらばくれた感じ出すのやめてもらっていいですか。いやそんなことない。もちろんですけども、みんなサウナ好き、スタッフも含めて、このチャンネルはサウナ好きでやってるわけですから、どうですか。もうざっくばらんに、そもそもなんですかサウナ、こうどこからハマったんですか。そうですね、じゃあ僕からいきます。澤田さんから。僕はだから結構これまで体重の増減多かったんですよ。でやっぱなんかサウナでこう汗かいてボディメイクとかも含めて行くようになったのがなんかきっかけな気がしますね。でどんどんハマってったみたいな。なんか最初はそういう区とかがやってる施設にのちっちゃい公民館にジムみたいなのが入ってて、でそこにサウナついてるみたいになって、300円でジムとサウナ入りますみたいなところがスタートだった気がしますね。なるほどなるほど。自分はですね、もともとあれなんですよ、サウナ嫌いだったんですよ。で理由が水風呂の存在を知らなかったんですよ、サウナ。できついじゃないですか、辛いで出ても辛い汗も帰り道出てくる、辛いなので、なんかサウナって、ジム行った後にちょっとなんか入って冷めないように温まるというか、そういうイメージだったんですけど、水風呂覚えちゃったんですよ、20代超えて。水風呂ってあんまりあれじゃないですか、包括されてなかったというか、みんなサウナのことばっかり言ってたし、サウナしか入ってなかったんですけど、水風呂入って椅子にパッてこういう椅子ですよね、パッてなった時に整ったんですよ初めて。でこれってサウナもっとじゃあ12分入ったらもっと気持ちいいんじゃないかって思ったんですよ。それで入ったらめちゃくちゃ整ったんですよ。だからこの水風呂、この存在を知ってからもう大好きになったというか、箱開けちゃったんだ。そうですね。じゃあこれからこうサウナとか最初にありましたけど、こうもしこう作っていくのかなったら、水風呂もだいぶこだわりポイントの一つ。こだわりですね。確かに。そうですよね。吹雪さんどうですか。私は20歳から客室乗務員をやってたんですけど、でその時に地方に行った時にもうめちゃくちゃインターバルが長いとかでやることがなかった時によく銭湯とかに行ってたんですよ、地方のサウナに。でそこでどこだったかな、鹿児島だったかなに、なんかたまたま行った銭湯にサウナがついてて、でもそこのサウナがほぼ人生初レベルだったんですけど、めちゃくちゃ良くて、そこからドハマりしました。じゃあそこからもお二人ともいろんなサウナ行ってってことですよね。そうですそうです。じゃあどうですか、サウナのこれマストっていうマスト条件、自分が行くサウナのここはちょっと譲れないよみたいな。やっぱり苦しくないとダメですね。暑くて入ってる時にもう出たいと、すぐ出たいと。入ってる時に気持ちいいのはもうダメなんですよね、個人的に。なるほど。一回ちょっとこう辛い思いをしてからさっきの話じゃないですけど、水風呂入ってこの差で整うというか、楽さ。確かにそうですね。でもそもそもなんか海老名さんがちょっと M 気質があるというか。いや初対面でなんてこと言うのいきなり。そんな辛いほどって。いやでも僕も最初は入ってる時に気持ちいい探してたんですよ。でもなんですか、
結局ぬるくて汗をかきたい時と整えたい時ってちょっと違うというか、確かにそうですね。なんか酒飲んだ時とか次の日って汗かきたいじゃないですか、でも整えたい時って別に汗かきたいわけじゃないですよ。それはめっちゃわかります。そういう用途ありますよね。ありますよね。今日のサウナはこういう目的で入ってる、今日はこうみたいな。そうそうそう。僕はエリナさんの気持ちわかるっすわ。じゃあ M ですね。違うんですよ。そういう会議じゃない。いや、そういう会議じゃないです。M を決める。でもそれって質問なんですけど、まあサウナが暑ければ暑いほどいいっていうのはすごいわかるんですけど、私の意見的には水風呂が冷たきゃそこの差は広がるじゃないですか。サウナ、私痛いぐらい熱いサウナあるじゃないですか。それ結構苦手で、そのアウフグースとかもなんか自動であるとことかも結構場所によってはもう肩とか痛くて入れないみたいな。で私的に絶対あってほしいのは水風呂の温度の低さなんですよ。そこの差で私は整えが結構決まるタイプだな。言ってることは。水風呂は温度が低い方が好きですか？そうですね、低ければ低いほどいいですね。僕一個いいですか？僕のこだわりあります。僕サウナに時計12分計とかじゃないですよ、いわゆる時計、欲しくないんですよ。いらない？いらないです。なんでですか？こう入ってるじゃないですか、なるべく見ないようにして入るんですよ、でパッて見た時に結構汗かいてきたぞって見て、まだ4分しかやってないってなってくると、なんとなく自分で10分入ろうかな12分入ろうかなって思って入るじゃないですか、目標を立てて、でこう入って4分やべえ俺あと6分入んなきゃいけないのみたいに追い込まれてっちゃう気がするんですよ。義務化しちゃうんですね、そこは。その時計って普通に1時2時とかのやつで、その12分のやつはいいんですか？12分のやつは最初に見なきゃいいじゃないですか。何ですかその最初にパッて入って見なければ何分経ったか分かんないから。じゃあそこまでストイックにやらないんですね。時計が読めないってことですか？12分計。いやエリカさん俺も義務教育受けてるんですよ。読めるんですね。私もでも時計でもいいですけど12分計絶対ないと嫌です。同じです。ですよね。入れます入れます。だって頑張って入ったのに出たら10分しか経ってなかったとか最悪って思うタイプです。12分入ったつもりだったのに。意見変えていいですか？いやなんかまあ聞いてやります。いやでも12分計は欲しいです僕も。ただあとテレビあるじゃないですか、テレビで行く時間によってはもうずっとここに時間出てるやつあるじゃないですか。ニュースとかね、8時12分とか、あれはもうテレビ見て時間経過を忘れようとしてるのにここにずっと出てるのはこれめっちゃちょっとプレッシャーかかります。わかりますねそれは。それのことですわ。それですわ言いたかったの。サウナ整う。なんか他サウナ内でもいいですし外でもいいですし、設備みたいなとこありますか？やっぱ女性としてはアメニティが整っててほしい。やっぱ銭湯とかだと利用する人も多いっていう意味でドライヤーが結構乾くのが遅かったりするじゃないですか。やっぱねリファ一強。いいんですかやっぱり。いや最高ですよ。もうやっぱ違う。男性はね短いからあんま感じないかもだけど、全然20円入れたら3分動くやつでいいですね。あれなんですね。友達とシェアできる。そうですね。あれこれまだいけるけどで全然いいですね。乾かないのよ。ありますなんか皆さん設備とかここ譲れないぞみたいな。自分いつも行くところはこの裸のまんまでオロポを注文できる。裸のまんまで。カウンターに行けるみたいなところがあって注文してキンキンのオロポを持って。それいいですね。それ僕知らなかったです。僕もそんなキンキンでそこのジョッキのこの飲み口のところに塩がついてすごいですね。やっぱ詳しいいろいろ知ってるじゃないですか。そんなとこあるんですね。ちなみに皆さんここのサウナ好きでよく行くよとかおすすめとか、なんかここのこれが好きなんだよみたいな、これはぜひ取り入れたいなみたいな。私1個あります。京急蒲田の近くに雑色駅っていう駅があるんですけど、そこにある高野湯っていうパブリックのサウナ、どうですか？リノベしてる。そういう綺麗になって、そこのサウナが0分20分40分でミュージックロウリュっていうのがあるんですよ。で5段ぐらいサウナがあって、でそこから、私さっきの J-POP 聴くっていうのにもつながってるんですけど、毎日その3曲かローテーションでいろんな曲が流れるんですよ。演歌
洋楽 J−POP、ヒップホップ、EDM とかが毎日日替わりで流れるんですけど、それをしながらめちゃくちゃ爆風なオフグースがブワーってなるっていう、もうそれが痛すぎて、もうみんな始まるくらいに下に降りて、もうこうタオルをこうやってしてみんなこういう姿勢になるんですよ。さっき暑いのあんまりみたいなド M 痛すぎてがね、ド M がみたいな言われたんです。唯一そこは唯一はそこ。だからド S ぶってるド M の可能性ありますね。私ネオド M なんでそこは超好きです。いや全然意見同じだったんですね。意見一緒ですね。皆さんあります？どっかここ。そうですね。自分はね、もうやっぱり草加健康センター。もう聖地ですね。聖地ですね。のやっぱりシンプルに暑い。暑いし、さっき言った整いが一番絶妙というか。澤田さん。僕は大黒湯って本当になんか昔ながらの昭和のスターの白黒の写真飾ってあって、中入ったら結構いろんな有名人の方も来てて、でそこはもういいんですよ。そこ本当言い方あれですけどすごい古い感じのサウナなんですけど、何がいいってタトゥー入ってても問題ないんですよ。入ってるんですか？入ってないでしょ。いやどんだけ入ってても問題ないんで。嘘。恋登ってんすか？恋が登ってます。登って降りてますね。登って降りてるということ？登ってんのと降りてんのと。なるほど。入れ違いみたいな。使えなかったら切ってくださいね。はしゃいだだけなんで。でもね、それこそこの今カメラの向こうにいる2人も詳しいですから、どっかあります？自分は西荻窪にあるルーフトップがルーフトップは行ったことある。あそこのポイントは何ですか？どういうところが？外気浴ですかね。外気浴とすごいもう本当インフィニティチェアがバーって外に置いてあって、で線路の近くなんですよね。その駅のその電車が来る音とか、なんかそういう感情を聞きながら整う。なるほど、そういう情緒みたいなのも感じながら。なるほど。本当静かじゃないんですけど、なんかもう本当いつもの感じを聞きながらっていう。外気浴できるとこも結構限られてるっちゃ限られてますもんね。そんなんあんまないですよね。でも確かにそうですよね。西荻のそこの整う外気浴できる場所で相当広くないですか？いや相当インフィニティチェアがなんか20ぐらいありますよね。なんかすごいすげえ。あと水風呂もバスタブで一人で入る。いや確かに僕も1回しか行ったことないですけどめっちゃ良かった気がありますね。お値段はどれぐらいなんですか？お値段もそんなに1時間1400円とか平日。じゃあ全然。なるほど。ゴミさんどうですか？自分はさっき言ったその横浜のそうですよね。そうか。晴れ旅新しめのそうですね。クラウドファンディングでできたんですけど、そこがその注文もできたりとか、外気はないんですけど内気浴でしっかりとファンがこのところも当たってて、でシェアも数種類あって自分の好きなところ。いいな。いやでも本当にいろんなサウナこれでね知ることができて、どうですか？立地的な部分だとどうですか？でも結構用途による気がしてて、私グラビアの撮影前とか絶対サウナ行くんですけど、そういう時はもう手っ取り早くむくみを排除して、でとっとと寝たいんで駅近がいいし、でも1日オフでもうしっかりサウナを堪能したい時はもう山奥とかに行きたいんで、結構なんかサウナに行きやすいとか行きにくいとかあんま求めてない方かもしれないです。なるほど。自分も今の吹雪さんと同じで、グラビアの撮影はないんですけど、ないですか？ないんですけど、来月入ってなかったですか？入ってないんですけど、それこそ仕事の後は駅近のところで、で休みはもう車で行けるとこまで行っちゃうんで、もう本当にどこでも行っちゃう。なるほどですね。そういった例えば仕事帰りとかになると、例えば手ぶらで行けるとかっていうのもメリットだあったりとか、確かにね、さっきの設備というかアメニティというか他にもいろいろあるじゃないですか。なんかそういったところも
意識してじゃあ手ぶらで来れるようにこういうものは用意しとこうとかってありますよね、そのアメニティで言うと、もし作るなら絶対日焼け止めを置いてほしい。日焼け止め言いますよね。やっぱその化粧水、クレンジング洗顔化粧水乳液までは置いてくださってる方もうほとんどなんですけど、プラスアルファで日焼け止めを置いといてくれると、分かりすぎてるってめっちゃなります。それは冬でもですか？冬でもやっぱ女子はね、年がら年中日焼け止め塗ってるんで、でその手ぶらで行けるとこってなった時に、今日サウナ行こうってなって、もう日中でまだ夜も日差しが強いとかだと、でもな、メイク道具持ってないしやめようかってなることがあって。なるほど。日焼け止めあったらめっちゃ嬉しいです。これはだからやっぱ女子の目線っていうのは我々と違うじゃないですか。違いますね。だから非常に驚かされますよね。日焼け止め冬でもいるんだとか。ドライヤーね、30円のあれじゃダメなんですよ。ダメじゃないよ。ダメじゃないけど。ダメじゃないけど、時間かかるから。そうですね。はい。なるほどですね。あります？なんかそういう。何ですか？何の話で？ S と M の話でした。違う。下すぎやろそれ。いやでもそうですね、女子目線でこういうところとかね、やっぱエリアさんこれいろんな人に話、このサウナ会議、もちろんこう我々スタッフでいろんな人にこうアドバイスとか、いや実はこういうとこみんな見えてないんだよっていうのを教えてもらった方がいいかもしれないですね。そうですね、女性目線は今日めちゃくちゃ詳しくなりましたよね。そうですね。で今日やっぱ M しかいなかったんで S 目線も聞いたりとか。S 目線の人何言うんだろうなとか、でもそれこそ本当知見がある人とか、サウナこう実際作ったことある人とか、確かにスペシャリストとかちょっと呼んでいろいろ会議やってみましょう。ぜひぜひ。ということでどうですか、第1回目の会議やってみましたけど。いやもう第1回でもうだいぶサウナできる気が。本当ですか？いやまあ僕らとしてはボスがそう言ってくれてるんだったらもう心強いですけど。全然見えてないけど。全然見えてない。日焼け止め。日焼け止めはすぐ買いに行きましょう。この後買い行けるんで。買いに行きましょう。今日この後に。ということで第1回サウナ整うサウナ会議でした。皆さんありがとうございました。